皆さんこんにちは。今からでも遅くない ECS で始めるコンテナ運用のセッションをクラスメソッドの島川が始めます。本セッションはコンテナ ECS をこれから始めるよという初心者の方に向けたセッションとなっております。よろしくお願いいたします。まず今日のメインで出てくるお話なんですけれども、コンテナ技術の一つである Dockerやあと AWS のコンテナオーケストレーションサービスの Amazon ECS、またそれに紐づいた ECS で使用する ECR や AWS ファーゲートといったサービスをメインでお話ししていきます。私はコンテナを使い始めて今ちょうど1年ぐらいになるんですけれども、私もコンテナを使い始めるまではですね、よくこんなことを思ってました。コンテナがなんとなくいいものとしか思っていないであったり、コンテナやってみたいんだけど何から始めていいかわからない。あとは難しい話は置いておいて、まずはコンテナを体験してみたいと私は思っておりました。それで改めてにはなるんですけども、本日はこういった方に向けてお話をさせていただければと思っております。それでこのセッションで一番お伝えしたいことといたしましては、そういったコンテナのふわっとした悩みを ECS を通して解決してほしいということです。まずは ECS でコンテナを体験して、コンテナを理解して、で最後にコンテナの活用の参考になればと思っております。はい、本日の目次なんですけれども、まずはコンテナを使う理由と、コンテナの動かし方というのを説明します。で、その後に ECS でコンテナを実際に動かしてみて、最後にその ECS の運用をどうやっていくのかっていうのを考えてまとめて終わりにしたいと思っております。はい、まずはコンテナを使う理由っていうのを改めて考えてみたいと思います。そもそもコンテナとはという説明でよく仮想マシンと比較されることがあるので比較してみます。仮想マシンではサーバー上のホスト OS に例えばバーチャルボックスなどの仮想化ソフトウェアをインストールして、その上でゲスト OS をインストールして、その上でアプリを動かすということをします。それに対してコンテナはホスト OS の上にコンテナランタイム、ここでは例えば Docker ですね、をインストールして、その上でアプリをプロセス単位で動かすことができます。ゲスト OS と仮想化ソフトウェアっていうのがコンテナのランタイムにギュッと詰まっているようなイメージですね。仮想化の場合は OS をゲストマシンごとに用意しなくちゃいけなかったり、そもそもインストールに時間がかかる。あとはサーバー本体の CPU やメモリっていうのはある程度高いものを要求されていました。対してコンテナっていうのは一つの OS でそういったことが管理できるので非常に軽いというメリットがあります。ここは余談にはなるんですけれども、もちろん仮想マシンの OS に Docker を入れて使うといったことも可能です。それでコンテナを使う理由っていうのを考えています。コンテナは場所を問わずに実行する。あとはどこで実行しても同じ環境ができる。で、OS レベルで完全分離することができる。っていうことが最大のメリットにはなるんですけども、こういったことを実現しているのがコンテナイメージの存在です。コンテナイメージに固めて、そのコンテナを誰にでも配布することができて、また誰かのコンテナイメージを使うといったことも可能です。そういったふうに環境に左右されない、場所に左右されないっていうのが、一番のメリットで、それがコンテナを使うべき一番の理由だと考えております。続いてコンテナの動かし方について、Docker を用いて説明していきます。で、コンテナの実行方法なんですけれども、非常にシンプルです。サーバー上で Docker をインストールして Docker コマンドを打ちます。すると Docker が、Docker Hub などのイメージレジストリにイメージを取りに行きます。で、それをローカルにダウンロードして、そのまま展開するといったことになります。今回は HTTPD のコンテナを取りに行ってて、特にカスタマイズはしてないんですけれども、これだけでサーバー上で HTTPD コンテナというものを動かすことができます。あとはアプリも一緒にインストールしておきたいといった場合には、Docker ファイルを書いてあげます。
Docker ファイルはコンテナイメージ元を指定して、そのイメージに対してインストールコマンドであったり、ファイルの配置といったことができます。今回であれば Docker Hub の Ubuntu コンテナを指定して、アップデートをして Node.js と NPM をインストールしている形になります。この Docker ファイルをビルドして自身のコンテナイメージをまずはローカルに作成します。あとは先ほどと流れは同じで、そのコンテナイメージを指定して Docker ランを実行し、サーバー上にコンテナを立ち上げます。このような形で自分用にカスタマイズしたコンテナっていうのを作成することができて、もちろんこのコンテナを誰かに配布するといったことも可能です。もちろんコンテナへつなげるといったことも可能です。ここであまりやるべきではないと書いている理由なんですけども、コンテナはそもそもそういった OS の管理から離れられるっていうのがメリットなので、こういった管理をするべきではありません。ただ参考までにこういったこともできるよっていうのをご紹介いたします。Docker exec コマンドで、コンテナ名を指定して、その上で、今回であればスラビンバッシュですね。バッシュを動かして、その、Docker の中を操作するといったことが可能になっております。ここからは ECS で実際にコンテナを動かすというところの説明をしていきたいと思います。はい。まず ECS っていうサービスについて説明します。ECS は Elastic Container Service の略で、Amazon ECS と呼ばれています。ECS は AWS のコンテナオーケストレーションサービスの一つです。数千個のコンテナであっても迅速に起動することができたり、負荷に応じた自動スケーリングができるといったところが特徴となっております。他にも各 AWS サービスとの連携が可能になっております。それで少し話は戻るんですけれども、コンテナ体験においてなぜ ECS がおすすめかっていうところなんですが、実際コンテナを起動するとなると、様々な起動オプションを知っておく必要があります。ただ ECS を活用することで、ECS のマネジメントコンソール上では様々な Docker の起動オプションの指定をすることができます。マネジメントコンソール上から、わかりやすく起動オプションを設定することができるので、そういった点でも ECS はおすすめです。続いて ECS で登場する用語サービスについてご紹介します。まず一つ目が Amazon Elastic Container Registry、Amazon ECR と呼ばれるもので、AWS のコンテナイメージレジストリです。こちらに自分が作成した Docker イメージなどを保存して、ECS からこの ECR を指定してコンテナを起動するといったことが可能になります。次にタスク定義です。タスク定義っていうのは、コンテナに関する情報を記載したものになります。Docker コマンドで行う操作を GUI でできるって書いているんですが、様々な起動オプションをここで指定することができます。次にタスクです。タスクはタスク定義に基づいて起動されたタスク群のことです。タスク定義の中には複数のコンテナを指定することも可能なんですけれども、そういったものを、一つのタスクとして管理する、そのタスク群のことを指します。次にサービスです。サービスは上の維持するタスクの数であったり、そのタスクの起動タイプを指定したりですね。あとは各種 AWS サービスの連携を設定したものになります。基本的にこのサービスからタスクを指定して、あと EC2 なのかファーゲートなのかを指定して、コンテナを起動するイメージになります。最後にクラスターです。クラスターっていうのは環境の境目になっていて、タスクの実行を IAM ロールなどの制御することができます。今紹介したサービスを絵にしてもう少しわかりやすく説明します。まずはタスク定義を書いてあげます。タスク定義にはコンテナのイメージの場所、Amazon ECR や、あとは Docker Hub などの場所ですね、を指定してあげたり、ネットワークの設定や CPU メモリの設定、あと権限の設定や、コンテナのログの保存先などを指定してあげます。で、次に、クラスターを用意していただいて、その上でサービスを書いてあげます。サービスには、タスクをいくつ起動するのかであったり、ELB への登録であったり、あとは EC2 なのか、ファーゲートなのか、といった設定が可能です。でサービスを起動すると、実際にタスク定義を参照してタスク群、いわゆるコンテナが、
指定した起動タイプの上で立ち上がるような形になります。ECS では EC2 と Fargate の起動タイプを選択することができるんですけども、それぞれの違いについて説明します。まず Amazon EC2。EC2 は AWS の仮想サーバーの一つですね。こちらを用いて ECS 用に事前構成された AMI からその EC2 を起動します。でその EC2 の中には ECS コンテナエージェントっていうものが動いていて、そのエージェントが ECS と通信してコンテナを管理するようなイメージになっております。二つ目が AWS Fargate ですね。こちらは AWS マネージドサービスでサーバーが存在しません。サーバーの管理が不要となっています。そのためコンテナの管理に集中できるといったことがあります。またそれぞれの起動タイプを使用する際の考慮点について説明します。まず EC2 なんですけれども、EC2 は EC2 とコンテナの両方のスケーリングを意識する必要があります。EC2 そのものを管理するのであれば、オートスケーリングというサービス。コンテナは先ほどのサービスで管理することができます。その両方をいいバランスでスケーリングっていうのをする必要があります。ただ今ですと去年のリインベントで発表されたキャパシティプロバイダーというサービスで解決できる場合があります。また EC2 はサーバーなのでサーバー管理の手間が発生します。OS やコンテナエージェントの更新作業ですね。こういったことが発生してきます。また、何かサーバーのリリースをするといったときにサーバー停止のタイミングっていうのはどうしても必要になってくるので、どういったタイミングで、サーバーを落としていいのかっていうのを十分に考慮する必要があります。続いて Fargate 起動タイプを使用する際の考慮点について説明します。Fargate には一次ローカルボリュームに約20ギガの制限があります。コンテナをこれから使い始めるという方は特にここを意識する必要はないんですけども、後々大きめのコンテナを利用するといった時には引っかかるポイントになるので、十分に考慮しておく必要があります。またコストのお話なんですけども、EC2 に比べてリソースの単純比較でざっくり 20% ほどコストが高いです。ただ、ここはFargateスポットが利用できるのであればコストは下げられますし、そもそもサーバーの管理から解放されるという点を考えると、この 20% のコストっていうのは帳消しにできるのではないかと私は考えております。ここからは実際に ECS の動きを見ていくことになるんですけども、今回は ECS で使う起動タイプはFargateでやってみようと思います。それでは実際に作成するイメージを共有します。タスク定期で外部の HTTPD コンテナを指定してそれを起動します。で、その HTTPD コンテナにつなげられるかっていうのを実際に見ていこうと思います。まずは AWS のマネジメントコンソールにログインして、サービスから ECS のページに飛びます。まずはじめにタスク定義の設定をします。新しいタスク定義の作成から、Fargate を選択して次に進みます。タスク定義名は任意のもので大丈夫です。今回は HTTPD とします。デフォルトのタスクロードを選択していただいて、次にタスクメモリとタスクの CPU を選択します。今回は最小のものにしてます。次にコンテナを、どういったコンテナを追加するのかっていうのを設定していきます。コンテナ名も任意のもので大丈夫です。イメージは今回は Docker Hub のものを直接指定するので HTTPD と記載します。他にもいろいろ設定はあるんですが、デフォルトのまま、コンテナを追加していこうと思います。デフォルトであればログの設定が CloudWatch に、自動的に測れるような設定というのがされてますね。で、そのまま、タスク定義を作成していきます。作成されました。タスク定義が作成されたので、続いてクラスターの作成に入ります。こちらネットワーキングのみのFargateを使用したものを、作成していきます。クラスター名は任意のもので大丈夫です。続いて、こちらのクラスター用の VPC をここで作っちゃおうと思います。
デフォルトで、サブネットを2つ選択して作っていきます。あと、裏でクラウドフォーメーションが動いて、VPC のリソースを今作ってくれている状況ですね。ということで、だいたい1、2分ぐらいですかね。で、クラスターが作成されました。クラスターで使用する各種 VPC の設定も済んでいることがわかります。続いて、サービスの作成に入ります。サービスの作成から作成することができます。まず起動タイプはファーゲットを選択して、タスク定義は先ほど作成した HTTPD、リビジョンは最新のもの。ファーゲットにはプラットフォームバージョンというバージョンがあるんですけども、今回はレイテストのものですね。ちなみに、現在、2020年7月3日現在だと、レイテストでは 1.3 がされるようになっております。続いてクラスターについては先ほど作成したものを選択します。続いてサービス名。サービス名も任意のもので大丈夫です。で、起動するタスクの数、今回は1とします。はい、あとはデフォルトのままで、あとはデプロイメントタイプというものがあるんですけども、ローディングアップデートというものを今回選択します。例えばサービスの更新があってアップデートが必要となったときに、このローディングアップデートだと新しいタスクを起動して正常性が確認された後に古いタスクが落ちるというようなアップデート方法になっております。次に進むと、まずは VPC とセキュリティグループの選択がきますので、先ほど作成した VPC とサブネットを選択します。セキュリティグループについては HTTPD アクセスをトラネットからさせたいので、80番をデフォルトで空いたものをデフォルトで作成しておきます。で、パブリック IP も自動で割り当てておきます。で、ロードバランサーについては、もうここで、すでにロードバランサーを作成している場合は、こちらで指定することができるんですけども、今回はなしで進めます。はい。で、オートスケーリングについても、今回は特に設定せずに進みます。こちらでサービスが作成されました。はい。で、現在タスクの起動中のステータスになっております。今はプロビジョニングなので、更新を繰り返すとランニングになると思います。まあ、ペンディングですね。はい、ランニングになりました。だいたいサービスの作成から35秒ぐらいでですね、コンテナが起動しているのがわかります。で、こちらへのアクセス方法なんですけれども、こちらですね、ネットワークのパブリック IP が表示されています。こちら実際にアクセスしてみようと思います。はい、デフォルトのものが表示されました。このような形でですね、簡単にファーゲット、ECS とファーゲットを使用することでコンテナを起動することができます。続いて先ほどは、Docker Hub にあるコンテナを使用したんですけれども、次はですね、実際に ECR に自分のコンテナっていうものを自分で作成したコンテナをアップロードして、その ECR を指定して、コンテナを実際に立ち上げてみようと思います。まずは ECR の箱を作成していきます。こちら Amazon ECR のレポジトリをクリックして、レポジトリを作成していきます。レポジトリ名は任意のもので大丈夫です。HTTPD にしておきます。で、これでイメージを入れる箱が出来上がりましたので、こちらにイメージをプッシュしていきます。一応このプッシュコマンドの表示っていうところから、どうやったらプッシュができるのかっていうコマンドが表示されています。こちらを後ほど使用していきたいと思います。で、実際に自分のコンテナを作っていくんですけども、今回の実行環境としては ECS と同じアカウント上の Cloud9 で作成しようと思います。まずは Docker ファイルを書きます。Docker ファイルの中身は from で HTTPD の 2.4 を指定して、またコピーによって、現在のディレクトリの index.html を公開する対象のフォルダですね。ユーザーローカルアパッチ2 HCDocs の配下に配置していきます。
index.html の内容はすごく簡単なんですけども、forGetTest というものを表示させております。はい。で、こちらを用いてコンテナイメージを作成していきます。実行するコマンドは先ほどの ECR のところに書いてあるので、そのままコピーして使用していきます。まずは ECR にログインするコマンドを実行します。はい。ログインが成功したので、続いて Docker をコンテナをビルドして作成していきます。元のコンテナイメージをダウンロードして、あと自分のコンテナイメージが作成されました。ちなみにコンテナイメージは Docker のイメージ図というものを打つと自分で作成したコンテナが作られたことがわかります。こちらですね。はい。で、続いて作成したコンテナイメージにタグをつけていきます。理由としてはイメージをプッシュするためですね。はい。で、Docker タグをつけるとイメージ図でもタグが付けられたものが作成されているのがわかります。で、最後にプッシュコマンドを打ちます。これで ECR 上に今作成したコンテナイメージがアップロードされます。はい、アップロードされました。実際に画面を見ますと、ここですね。今プッシュしたイメージがこのようにアップロードされているのがわかります。こちらを指定して、コンテナを起動してみようと思います。で、先ほどはタスク定義の中のコンテナの指定先として httpd という文字のみを入れてたんですが、そこにこのイメージの URI を入れて指定する形になりますので、一旦これを控えておきます。それではタスク定義の更新をしていきます。先ほど作成したタスク定義を指定して、新しいリビジョンの作成を選択します。タスク定義など先ほど設定した設定はそのままにして、こちらですね、コンテナを選択し、このイメージを新しいもの、先ほどアップロードしたものに切り替えて更新をしていきます。更新されました。続いてサービスから今作成したタスク定義を適用させていきたいと思います。クラスターを押して、先ほど作成したクラスターの中のこのサービスですね。サービスの更新を選択します。で、今指定しているのは最初に作成したリビジョン1のものなんですけど、それを2、最新のものに変更します。で、今回はデプロイを強制してすぐに適用されるようにします。で、アップデートの方法はローディングアップデートですね。新しいものが起動されたら古いものが落ちて、入れ替わるというようなことになります。はい、それではサービスの更新を実施します。で、サービスの更新を選択した後どういった動きをするのかっていうと、ここのタスクですね。タスクが一時的に2個起動するような形になります。今はプロビジョニング状態です。で、ペンディングになってランニングになります。で、しばらくすると、この古い方ですね、のタスクは落ちるような形になります。で、先にこの新しく起動したタスクの中身を見ていきましょう。で、起動時間としても、やはり1分未満でですね、作成から割と早く軽いコンテナなので動いているのがわかります。アクセスは同じようにパブリック IP に対してアクセスをしてみます。はい、先ほどの index.html に書いた forGetTest が表示されているのがわかります。こんな感じでですね、簡単にタスクの入れ替えもすることができますし、コンテナっていうのはどうやって動いているのかっていうのはイメージつかんでいただけたかなと思います。また先ほど起動していた Revision 1の HTTPD コンテナが落ちているのがわかります。このストップドからですね、落ちているのを確認することができます。実際に ECS でコンテナを動かすっていうところのイメージは掴んでいただいたとは思うんですけども、じゃあこれからこれをどうやって運用していくんだっていうところで、その運用の第一歩をお伝えいたします。まずは Docker ファイルを Git でバージョン管理するっていうことをやっていただきたいです。
先ほどは Docker ファイルと index.html をローカルに置いてっていうことをしていましたが、それは実際に Git で管理して、いつでも戻れるように、また更新履歴が確認できるようにっていうことを実現いただければと思います。そうすることで、最近よく耳にすると思うんですけども、CI/CD をする際の一歩にもなりますので、非常におすすめです。で、また Docker ビルドから ECR までのプッシュをコードビルドでやってみるっていうふうに書いているんですが、先ほどこちらもですね、Docker ビルドコマンドをローカルで叩いて、プッシュもローカルで叩いてっていったことをやっていましたけれども、そういった操作をコードビルドでもやることができます。もちろんコードビルドは Git と連携することが可能なので、例えば GitHub のようなものに Docker ファイル更新したものをプッシュしたっていうのをトリガーにコードビルドが動いて ECR までのプッシュっていうのを自動的にやってくれる。そういったことが可能になります。この Docker ビルドからの ECR でのプッシュっていうのは弊社のデベロッパーズ i のブログにも載ってますので、よかったら見てみてください。はい。ちょっと最後にはなるんですけども、今回私が説明させていただいたのは本当基本的なところです。もうちょっと突っ込んだ話については、デベロッパーズ IO コネクト、他のセッションでですね、例えば、弊社の浜子さんのデプロイの方法をまとめたセッションであるとか、今回も使いましたが、ファーゲットをより深く使うといったセッションもあります。お時間がある方はこちらも合わせてご覧いただけると、より知識が身につくかなと思います。AWS アカウント一つがあれば、ECS を使ってコンテナっていうのはすぐに使い始めることができます。本当にまずは一回触ってみて、イメージをつかんでいただいて、今後のコンテナの学習に活かしていただきたいなって思ってます。はい。以上で本セッションは終了になります。ありがとうございました。